こんにちは、ひでみキッチンです。今回はこちら、えのきともやしを使ってお手軽えのきともやしのペペロンチーノ炒めを作ります。メインの食材はえのきともやしです。他にはベーコンやニンニク、赤唐辛子やイタリアンパセリを使います。費用の目安は約300円、調理時間は約15分です。今回の調理のポイントは何といってもお手軽な食材えのきともやしを使って簡単に作れる、しかも美味しいというところです。ペペロンチーノということなので、唐辛子とニンニクの風味にベーコンの旨味を足して立派な一皿に仕上げていきます。よかったら参考にしてください。まずはもやしから切っていきます。根元の部分を切り取って、あとは手を使って丁寧にほぐしてください。今回はえのきを使ってますけれども、もちろん他のキノコ類、椎茸やしめじでも作れます。またキノコ類以外でも細くした人参を使ったり、ナスを使ったり、いろいろとアレンジもできますので、お好みの野菜で作ってみてください。次はベーコンです。ベーコンは約 50g 使いました。細かく刻んでいきます。ベーコンの大きさに関しては、食べ応えが欲しい場合は大きく使ってもらってもいいです。ただ細かく刻んだ方が旨味はより出るかなと思います。次はイタリアンパセリです。イタリアンパセリはだいたい1つかみぐらいですね。これをざく切りにして使います。これは一番最後ら辺ですね。そのあたりで加えてさっと合わせるような感じです。このイタリアンパセリはトッピングで飾りで使う場合とかが多いかと思うんですけれども、味に加えてもとってもアクセントがあって美味しいので、ぜひイタリアンパセリ使ってください。そして唐辛子ですね。唐辛子は半分に割って中の種を取り出しておきます。この種を一緒に加えてしまうとだいぶ辛くなってしまいますので、辛いのがお好きな方は種も入れてください。ニンニクは細かくみじん切りにしていきます。やっぱりペペロンチーノということなので、ニンニクは主役になってきますので、チューブのニンニクを使うよりかはフレッシュな生のニンニクをお勧めします。あとはえのきともう一つの主役のもやしですね。もやしは1分ほど茹でてざるに切って湯を切っておきます。もやしはそのまま炒めてしまってもいいんですけれども、一旦茹でることで炒めた時に水っぽくならなくなりますので、ちょっと一手間ですけれども、茹でてから使ってもらえるといいと思います。これで食材が揃いましたので、それでは炒めていきます。まずは火にかけていないフライパンにオリーブ油大さじ2を入れて、そこに細かくしたニンニクと唐辛子、そしてベーコンを入れて弱火にかけます。ベーコンに焼き目がついてニンニクから香りが出てくるまでしっかりと炒めるようにしてください。ここでベーコンをしっかりとよく炒めることで旨味を引き出すことができます。そしてえのきと湯がいたもやしを加えて油になじませるような感じで炒めていきます。この段階では火加減はまだ弱火のまま炒めてます。ここで火を強めてしまうとニンニクが焦げてしまう場合がありますので、この段階ではまだ弱火のまま全体に油をなじませるような感じで炒めてください。全体に油が回ってこの段階でオイル感が足りない場合はオリーブ油を足してください。そして塩を2つまみをして、ここで火加減を中火から強火ぐらいに強めます。そしてえのきともやしがしんなりするまで炒めていきます。しんなりとしてきたらイタリアンパセリを加えて炒め合わせてください。イタリアンパセリも全体に馴染んできたら最後の仕上げです。スペースを空けて醤油を小さじ1スペースの空いたところに入れます。そして醤油をふつふつと一旦煮詰めてから香りを立てて全体に合わせるような感じです。こうすることによって香ばしさを全体にまとわせ、より一層美味しく仕上がります。最後は味を確認して必要であれば塩で調整をしてください。
それでは盛り付けに行きましょう。今回のレシピはいかがでしたでしょうか？ペペロンチーノといえばパスタ料理だと思うんですけれども、このえのきともやしを使って作るペペロンチーノ炒めもとてもおすすめです。食材を変えるだけでもいろいろな調理方法ができます。今回は野菜だけですけれども、もちろんここに豚肉や牛肉を入れてもらっても美味しくできますので、アレンジをして楽しんでみてください。このチャンネルでは普段スーパーなどでよく見かける食材や冷蔵庫にある食材を使ってお手軽に調理をしていきます。調理工程は基本を大切に分かりやすく、丁寧に、そして美味しくをモットーに作っていきますので、今後ともよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。